ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、スター・ウォーズの新作映画、マンダロリアンとグローグーの話題についてよ。現在、今年5月に劇場公開されるこの新作映画に対する関心が意外なほど低いことが浮き彫りになっていて、大問題になっているんだよ。スター・ウォーズの新作やろ？なんそれ。普通、公開前はお祭り騒ぎになるっちゃない？うちも昔はよく話題になっとるのを見とったばい。そうなんだよ。今日は、スター・ウォーズ新作への期待度の低さ、そして過去最低クラスの興行収入予測とブランドの危機について徹底的に解説していくよ。おう、スター・ウォーズって言ったら誰でも知っとる超巨大フランチャイズやん。それが、ピンチって一体どういうことなん？実はね、マンダロリアンとグローグーが今年の5月に劇場公開される頃には、前回のスター・ウォーズ映画がスクリーンに登場してから、なんと、ほぼ7年が経過していることになるの。7年？めっちゃ久しぶりやん。それなら、ファンの期待値も爆上がりして当然やない？待ってましたってなるのが普通ばい。多くの関係者もまさにそうやってある程度の期待感を抱くだろうと予想していたんだよ。競争が激しい興行シーズンであっても、かつてはスター・ウォーズの新作映画が公開されるとなれば、当然の文化的イベントとして世界中から期待されていたの。でも、最近行われた映画ファンへの調査によると、今回の新作映画への関心は、信じられないくらい低いことが示唆されているんだよ。信じられん。もはや、当たり前のお祭りやなくなっとるってこと？なんでそんなに冷めとると？理由はいろいろあるんだけど、一つは、過去の作品の成績だよ。映画は3作連続で前作を下回る興行収入を記録してしまったし、テレビシリーズも幅広い視聴者層をコンスタントに獲得するのにものすごく苦戦している現状があるんだよ。なるほどね。過去の作品がパッとしなかった件、みんな愛想を尽かしとるってわけやね。でも、ベビーヨーダことグローグーってめちゃくちゃ人気キャラやろ？グッズとかめっちゃ売れとるイメージあるばい。確かに、グローグー、つまりベビーヨーダというキャラクターの知名度は抜群だよ。でも、今の厳しい現状では、その知名度だけを頼りにチケット販売を成功させるには不十分かもしれないと言われているの。キャラ人気だけじゃ映画館まで足は運ばんってことやね。シビアな世界ばい。で、その関心が低いってのはなんかデータでもあると？あるよ。オンライン映画チケット販売サービス大手のファンダンゴがシネマコンという大きなイベントの開催に先立って毎年恒例の映画鑑賞動向調査を実施したの。そこで、期待度の高い順から低い順に並べた上位10作品が発表されたんだけど、これがすごく興味深い内容になっているんだよ。ほう、トップ10ね。当然スター・ウォーズは入っとるんやろ？トップ3くらいには。それがね、まずは、そのトップ10のリストがこれで。1位、トイ・ストーリー5。2位、スパイダーマン、ブランニューデイ。3位、プラダを着た悪魔2。4位、オデュッセイヤ。5位、スケアリー・ムービー。と、このような結果だったの。ちょっと待って。スター・ウォーズ、影も形もないやん。トイ・ストーリーとか、スパイダーマンが強いのはわかるけど、スーパーガールとか、インシディアスの下なん。ありえんっちゃけど。そうなの。数々の論争を抱えているスーパーガールの評価が9位と低いことも大きな話題になっているんだけど、それ以上に驚くべきなのは、マンダロリアンとグローグーがトップ10のランキング入りすら果たせなかったことなんだよ。そのアンケート、どうせ、適当に、その辺の数人に聞いたちゃろ？信憑性あると？それがね、この調査には、18歳から70歳までの7000人以上の成人が参加しているの。さらに、そのうち、5000人以上が映画鑑賞者に分類された人たちなんだよ。これは、過去1年間に、劇場で、1本以上の映画を鑑賞した人を指すから、映画館に行く習慣のある人たちの、リアルな声が反映されていると言えるんだよ。7000人もおって、映画好きが5000人もおるのに県外って。本格的にやばいばい。オワコン一直線やん。なんでここまで期待されとらんと？調査のサンプルサイズは確かに全体から見れば限られているかもしれないけど、このデータからはマンダロリアンとグローグーが劇場に観客を呼び込むのにかなり苦戦する可能性がはっきりと示唆されているよ。理由の一つとして、年内にはディズニーの動画配信サービス、ディズニープラスで配信される可能性が高いことも、劇場に行く意欲を削ぐ一因となっているかもしれないの。ああ、なるほどね。どうせ、すぐ、家でタダで見れるやんって思われとるわけや。それじゃあ、高い金払って映画館には行かんよね。そういうことだよ。
スター・ウォーズ映画に対する、こうした今すぐ見なきゃという切迫感の欠如、あるいは関心の低さそのものが、世間のより広範な無関心を示しているのかもしれないと言われているの。もともと、このマンダロリアンって、そのディズニープラスのドラマやったんやろ？それが映画になるって、ドラマのファンは喜ばんと？そこが、また複雑なところなんだよ。マンダロリアンとグローグーは、もともとディズニープラスで配信されていたシリーズの続編という位置づけなの。でも、一部の熱心なファンが、特定のクリエイティブな決定や、作品の全体的なトーンに対して不満を抱いてしまったんだよ。その結果、第3シーズンの終わりまでには、すでに視聴者数は減少し始めていたの。ドラマの時点で、すでに失速しとったんや。ファンの期待を裏切るような展開があったってことやね。それなのに、映画化って、ちょっと無謀やない？ファンからは、映画版は、実は、マンダロリアンの第4シーズンに向けて、ボツになったり、再利用されたアイデアの寄せ集めなんじゃないか？という疑いの声も上がっていたの。これに対して、監督のジョン・ファブローは、再利用されたアイデアの寄せ集めではないと、ファンに直接保証しているんだよ。監督がわざわざ言い訳せなあかん時点で、だいぶ怪しい場合。火のないところに煙は、立たんって言うしね。でもね、スター・ウォーズというブランド全体が苦戦している中で、今回の調査結果は、マンダロリアンとグローグーという大人気キャラクターの作品であっても、例外ではないということを示唆しているの。それに、最近のマーケティング戦略も、事態をさらに複雑にして悪化させただけかもしれないんだよ。マーケティングって、宣伝のやり方のことやね。何やらかしたと？アメリカの超ビッグイベントであるスーパーボウルで、この映画の予告編が流されたの。でも、その予告編が、スター・ウォーズらしい壮大なスペクタクル映像よりも、なんだかジョークに頼ったような内容で、世間からは、大きな失敗だったと、広く見なされてしまったんだよ。スーパーボウルって、CM 流すだけで何億円もかかるんやろ？そこで、滑るとか、広報担当首もんやん。本当にそうだよね。そして、それから1週間強が経った2月17日に、ディズニーは、ようやく物語の実際の様子を垣間見ることができる、きちんとした予告編を YouTube で公開したの。でも、この動画制作時点で、YouTube での再生回数は、約1150万回にとどまっているんだよ。1150万回って、多いんか少ないんかわからんけど、スター・ウォーズにしてはしょぼいんやない？鋭いね、葵。比較対象として、同じく YouTube に公開されてから、わずか1週間強しか経っていない、スーパーガールの予告編を見てみると、あちらは、約2575万回も再生されているの。倍以上も、差がつけられとるやん。さっきのアンケートで9位やった、スーパーガールにすら、ボロ負けって、マジで笑えんばい。ただ、擁護する声もあるよ。たった一つのアンケート調査の結果と予告編の YouTube 再生回数が予想を下回ったという事実だけで、マンダロリアンとグローグーが興行的に完全に失敗するとは限らないという意見もあるの。まあ、公開されてみんとわからん部分はあるけんね。もし、公開後に、すごく面白いという口コミが広まれば、状況は一変して、この映画が夏の隠れたヒット作となる可能性もゼロではないと言われているよ。いやいや、隠れたヒット作って、天下のスター・ウォーズがインディーズ映画みたいな言われ方しとる時点で相当やばい状況やって証明しとるようなもんやん。葵の言う通りだよ。ザットパークプレイスでもこれらの用語がスター・ウォーズ作品に適用されているという事実自体が注目に値する異常事態だと指摘されているの。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちの毒舌をもっと聞きたい人も、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。さて、本題に戻るばい。アンケートも再生回数も絶望的ってことは分かったけど、プロの予想屋たちはどう見とると？それが、初期の興行収入予測によると、マンダロリアンとグローグーは、ハンソロに遅れをとっていると言われていて、多くの業界関係者が、これは正しいやり方ではないと、頭を抱えている状態なの。ハンソロに負けとる？ハンソロって、確か、スター・ウォーズの映画の中で一番こけたって言われとるやつやろ？その通りだよ。先でも述べたけど、近日公開予定のこの作品は、約7年ぶりの劇場公開作品であり、3シーズンにわたって配信された大人気ディズニープラスシリーズのストーリーを引き継ぐ大作のはずなの。それなのに、その確固たるファン層がいるにもかかわらず、マンダロリアンとグローグーは、ハンソロ、スター・ウォーズ、ストーリーの興行収入を下回る可能性が高いと言われているの。最底辺の記録をさらに下回るかもしれんってことね。なんで、そんなに予測が低いの？
ハンソロはシリーズの中でも劇場公開作品としては興行成績が振るわない作品の一つと広く見なされているの。だから、ハンソロの興行収入という基準自体がすでに重荷を背負っている最低ラインのはずなのに、それを下回るというのは本当に深刻なんだよ。具体的な数字はどうなっとると？興行収入のデータ分析を行うボックスオフィスセオリーというところの推定によるとね、マンダロリアンとグローグーはアメリカ国内での公開週末興行収入が7000万ドルから8500万ドルになると見込まれているの。それってすごいの？これをハンソロと比較してみると、同じくアメリカのメモリアルデーの週末に公開されたハンソロは公開後3日間の国内興行収入が8440万ドルだったの。今の予想のギリギリ上限くらいやね。さらに恐ろしいのは、その8440万ドルを物価の上昇を考慮したインフレ調整後の現在の価値に換算すると、その総額は約1億1060万ドルになるんだよ。つまり、現在の価値で比較すると、マンダロリアンの予想額は、さらに圧倒的に不利な状況になってしまうの。うわぁ、完全に惨敗やん。ハンソロですら大爆死って言われとったとに、それをインフレ調整でぶっちぎりで下回るって目も当てられんばい。ハンソロは公開当時、期待を大きく裏切る出来だったと広く見なされていたの。もし、マンダロリアンとグローグーがハンソロが設定した、その比較的控えめな基準さえも下回ってしまったら、その影響は単なる金銭的な損失にとどまらないんだよ。フランチャイズ全体にとって完全にブランドが失墜したという象徴的な意味合いを持つことになるだろうと警告されているの。なるほどね。スター・ウォーズという看板はもう通用せんって世界中に証明してしまうことになるんやね。そりゃあ大事件ばい。公開された後、じわじわ伸びる可能性はないと？これは公開週末以降、この映画がどのような興行成績を収めるかという重要な疑問を提起しているの。一部の業界アナリストは、他のファミリー向け作品と同じように、スター・ウォーズシリーズも興行収入の序盤に大きな伸びを見せない傾向があると指摘しているんだよ。ふむふむ。最初だけじゃなくて、後から家族連れが見に来るのを期待するしかないってことね。そういうこと。熱心なファン層は当然強力な基盤になるんだけど、映画館への来場を計画している家族連れが全体的な興行成績を左右する主要な要因であることに変わりはないの。でもさっき言っとったハンソロは公開後どうやったと？ハンソロは公開期間中に 2.53 倍の興行収入倍率を記録したの。この倍率というのは最初の週末の売り上げから最終的に何倍になったかを示す数字なんだけど、2.53 倍というのは同シリーズの劇場公開作品としてはおおむね典型的な数字なんだよ。ってことはマンダロリアンも同じくらいの倍率になると予測できるわけやね。もし、マンダロリアンとグローグーがハンソロと同様の 2.53 倍の軌跡をたどると仮定すると、最終的に全世界での興行収入が4億ドルに到達するのは非常に難しいかもしれないと言われているの。4億ドルがいかに低い壁でも、それを超えられんってことか。超大作にしては悲しい結末になりそうやね。これまでのスター・ウォーズ作品としては異例に聞こえるかもしれないけど、本作の興行成績は単なるスター・ウォーズというブランド認知度だけではもう売れないの。批評家の評価や観客からの口コミの評判に大きく左右される可能性があるんだよ。こうした状況は映画の主演俳優のスターパワーが観客動員にどれほど貢献できるかという点にもより一層の注目が集まることを意味しているの。俳優の魅力で客を呼べるかってことやね。主役の人、誰なん？有名なん？特筆すべきなのは、本作が決して無名の俳優や限られた観客層だけに支えられたニッチな作品ではないということなの。主演のペドロ・パスカルは昨年の夏、興行収入を牽引する新進気鋭の大スターとして広く世界中から注目を集めたんだよ。おう、ペドロ・パスカル。なんか聞いたことあるかも。彼は主人公のディン・ジャリン役をテレビシリーズで3シーズンにわたって演じ続けてきたの。だから当時ハンソロの主演を務めたオールデン・エア・エンライクよりも今のペドロ・パスカルの方がはるかに高い知名度を誇っていると言えるんだよ。じゃあ俳優の人気でなんとかなるんやない？それがそう簡単ではないの。昨年夏に公開された同じくペドロ・パスカルが主演した映画ファンタスティック4ファーストステップスの興行成績が振るわなかったの。それを受けて一部の評論家は彼の幅広い観客を呼べる興行収入における魅力に疑問を抱き始めているんだよ。あちゃー、別の映画でこけてしまうたんか。タイミング悪いね。さらに2025年には
複数の主要な劇場公開作品や大型テレビシリーズに彼が大きく出演してメディアに露出しすぎたため、一部の観客からはペドロ疲れの兆候が見られるとまで指摘されているの。ペドロ疲れ？なんそれ、顔見飽きたってことやん。ひどい言われようばい。少しかわいそうだけど、そういう逆風も吹いているんだよ。そもそも、スター・ウォーズの続3部作と呼ばれるエピソード7、8、9は、作品を重ねるごとに興行収入が徐々に減少していったという苦い過去があるの。そして、ハンソロ、スター・ウォーズ、ストーリーは、まさに、その最後の2作の間に挟まれる形で公開されて大失敗してしまったの。負の連鎖が続いとるわけやね。その結果、ディズニーは方針を変えて、スター・ウォーズ関連作品の展開を映画館からストリーミング配信のディズニープラスへと移行したの。しかし、そこで配信された作品の多くは、ファンの間で賛否両論を巻き起こしてしまって、ファンが一致団結するような合意よりも、激しい議論や対立を呼ぶことの方が多かったんだよ。ファン同士で喧嘩しとるようじゃ、そりゃあ盛り上がらんわな。さて、そんな状況の中で、マンダロリアンとグローグーがテレビから映画へと進出する準備を進めているわけだけど、現在のファン層は、ハンソロが公開された時よりも、さらにひどく分裂しているように見えると分析されているの。うわぁ、最悪のタイミングでの映画化ってことやん。全体的な初期の興行収入予測では、かつては中堅レベルの劇場公開作品であっても強力に支えていたファンからの根強い好意や統一された観客の熱狂といった恩恵をこのフランチャイズはもはや受けられないかもしれないとはっきりと示唆されているの。なるほどね。過去の栄光にすがりすぎた結果、一番大事なファンを置いてけぼりにしてしまったってわけやね。そりゃあ、アンケートでも圏外になるはずばい。ここで今回のマンダロリアンとグローグーの映画化や一連の騒動に対するネットユーザーからの反応をいくつか紹介するね。みんなはどう思っとるん？ボロクソに言われとるんやない？ネット上ではシーズン3の時点でストーリーが迷走していたから映画でお金を払ってまで見たいとは思わない。ディズニーはスター・ウォーズというブランドを安売りしすぎた。もう昔のような特別感はない。スーパーボールの予告編は本当にひどかった。おふざけを見たいんじゃない。シリアスなスター・ウォーズが見たいんだ。ペドロ・パスカルは好きだけど、最近どこにでも出過ぎていて、ディン・ジャリンとしての特別感が薄れてしまった。ハンソロ以下の興行収入になったら、いよいよディズニーもスター・ウォーズの扱い方を根本から見直さざるを得ないだろうね、と、こんな意見が上がっていたよ。やっぱ厳しい意見ばっかりやね。ファンほど裏切られた時の怒りは、でかいけん。このままじゃ、本当に映画館はガラガラになるかもしれんばい。そうだね。ブランドの信頼を取り戻すためには、公開までの残りの期間で、どれだけファンの心に刺さるプロモーションができるか、そして何より映画本編のクオリティが全てを左右することになりそうだよ。うちとしては、公開された後にどれだけこけるのか、逆にちょっと楽しみになってきたばい。青ったら、相変わらず毒舌なんだから。ということで、今日は、スター・ウォーズの新作映画、マンダロリアンとグローグーの期待値の低さと厳しい興行収入予測という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。